1945年12月24日クリスマスイブ、ディナーを楽しむ家族やプレゼント交換にワクワクする子供たちで賑わうこの日。しかしウェストバージニア州ファイエットビルではアメリカ最大の未解決事件の一つが起こってしまうんです。被害者となったのは10人の子供がいる大家族ソッダー一家。なんと深夜1時半頃、彼らの自宅で火災が発生してしまうんです。父ジョージ・ソッダーと母ジェニー、そして4人の子供たちは無事避難に成功。また長男は戦争に行っており、この時は自宅に不在だったため難を逃れたんです。ところが残る5人の子供たちは火災に巻き込まれてしまったんです。その火の勢いは凄まじく、家は1時間もしないうちに全焼にもかかわらず、休日であったこと、また消防署の連絡ミスなどの理由で消防車が到着したのは火災発生から6時間以上も経った後だったんです。その後遅れて地元の警察も到着。検視官と相談しながら調査を行ったところ、判明した事実は何とも悲惨なもの。逃げ遅れた5人の子供はなんと皆亡くなっていたんです。ところが残されたソッダー一家はその調査を疑わざるを得ませんでした。なぜなら亡くなったという5人の子供の遺体がどこを探してもなかったからなんです。5人の子供が行方不明になったソッダー一家遺体消失事件。果たして彼らは事故で亡くなったのか、それとも何かの事件に巻き込まれたのか。この事件の裏には信じがたい陰謀が眠っていたんです。はいどうも、レコメントリーのケンちゃんです。どうも、やみやみこです。今回の事件で行方不明になった5人の遺体なんですけれど、見つからなかったってちょっと不気味ですよね。まずはね、そもそもの火災の原因から見ていきたいと思います。火災の原因。1945年12月24日クリスマスイブ、アメリカウェストバージニア州の都市ファイエットビルで起きた今回の事件。警察の調査の結果、火災の原因が判明します。それが配線の欠陥。詳細は定かではないんですが、おそらく高度に断線などがあり、そのせいで発生した火花が火元になったのではということなんです。しかし夫のジョージはこの結果にある理由で疑問を抱いていたんです。通常電気系統でトラブルが発生すると、住宅の電気は即座に全て遮断されます。にもかかわらず火災当時、庭ではクリスマスライトが光っていたんです。これは一体どういうことなのでしょうか。クリスマスライトが点灯するならば電気は生きているということであり、つまりこの日電気系統でトラブルは発生していないということなんです。父ジョージは警察の捜査結果は誤りだと考えたんです。そこでなんですけど、これねちょっと改めて考えてみたんですけど、事故じゃなくて、事件性があるんじゃないかなっていう疑いがね、次々出てくるんですよ。実は火災発生当時、ジョージが消防署に電話をかけようとしたんですが、電話が使えなくなっていたんです。当時は何かの不具合が火事によって起きたのだろうと考えていたんですが、改めて調べてみると驚きの結果が。なんと電柱上部の電話回線が切られていたんです。これは偶然や火災によって起こるものではありません。何者かが意図的に切断したんです。また火災発生当時、父のジョージははしごを使って2階から子供たちを助けようとしたんですよね。はしご燃えてる中突っ込んで。そうなんです。いいお父さん、いい父ね。いい父よ。いい父。しかしいつも家の側面に寄りかかってあるはずのはしごがなかったんです。探してみるとはしごは自宅近くの堤防に置いてあったんです。それはまるで誰かが隠したようだったんです。そして極めつけはトラックの故障。ジョージは壊れたはしごの代わりにトラックで子供たちを助けようとしたんですが、前日までは普通に使えていたのに動かなくなっていたんです。このような数々の理由により、ソッダー一家は事故ではなく事件の可能性を疑い始めたんです。そう、この火事は何者かによって放火されて起きたに違いないと。いやー、これもう普通に考えたら放火じゃないのこれ。その説も濃厚なんですけど、警察はね原因を特定して捜査を終了してるんで、なかなかねもうねその重い腰をね上げてね動いてくんなかったんですよ。プライドが高いの本当に警察って。しょうもないですよ、あいつら。遺体の行方。放火の可能性を考え始めたジョージ夫妻は警察の捜査の結果に不信感を抱いていたんです。警察は亡くなった子供の遺体は焼き尽くされたと言います。果たして本当にそうなのでしょうか。そんな中、妻のジェニーがあることに気がつきます。それは自宅の火災現場にいた時のこと。不意に燃えてすすけたキッチン家電に目が向きました。それは火災にあったにもかかわらず変わらずその形を保っていたんです。ここでジェニーに一つの疑問が浮かびました。子供たちの遺体が燃え尽きるなどということが本当にあるのだろうか。いや、もう確かにそもそもそうよね。人間の遺体がねそんな簡単にね、火でね燃え尽きるっていうのが
あるかってことなんですよ。骨までね。そうなんですよ。気になった母のジェニーはこのことを地元の火葬場の関係者に尋ねます。すると驚きの答えが返ってきました。なんと人間の骨は2000度で2時間燃やしても無傷のままだというんです。ではソッダー一家を襲った火災の温度と時間はどれほどのものだったのでしょうか。実は今回の火災は2000度よりも低く、時間も1時間未満だったんです。そしてソッダー夫妻は確信したんです。5人の子供が生きていると。いやいや、でもその子供たちどこ行ったのかっていう話よ、これ。そこで夫妻はある名案を思いつきます。火災の2年後、疑いを確信へと変えていったソッダー夫妻は協力を得ようとある機関に手紙を送ります。その相手は FBI。 で手紙ポンって出すだけでいけんの？なんかノリ軽いね。簡単よ、ちょっと頑張れ。ところが驚くべきことに FBI から返信があったんです。その内容は捜査に協力する。普通にいいやつやね。なんか手紙で出せんなら私たちもなんか出しましょうよ。この未解決事件お願いします。結構マジで捜査してほしいのいっぱいあるんですよね。いっぱいあるよね。ソッダー一家は大喜びしたんです。これでやっと火災の本当の原因がわかる。そして消えた5人の子供たちも戻ってくるかもしれない。しかしこの喜びはあっけない形で幕を閉じることになったんです。なんと FBI の捜査が地元の警察と消防に拒否されてしまうんです。実は FBI が協力するにあたりクリアしなくてはならない条件があったんです。それは地方自治体の許可。これがなくては法律的な問題で FBI であっても手出しはできないんです。強力な助っ人の登場はぬか喜びに終わり、再び失意のどん底に陥るソッダー一家。しかしこの一件で彼らはある仮説にたどり着きます。地元警察と消防がなぜわざわざあの FBI の捜査を拒否する必要があったのか。それに対する納得できる答えは一つしかないんです。そう、それは隠蔽工作。冒頭で消防車の到着が火災発生から6時間以上後のことだったとお伝えしました。でもこれおかしいと思わないですかね。いくらなんでも時間がかかりすぎなんですよね。この遅延の一番の理由として消防側が発表していたのは、所長が消防車を運転できず遅くなってしまったというものだったんです。理由がむちゃくちゃすぎて理解できないですよね。でも真相は消防車はあえて遅れたかもしれないということなんです。FBI というね強力な助っ人をね失っちゃったんですよ、ソッダー一家。でもね彼らはこれでは諦めなかったんですよ。隠蔽工作をしているとあってはこれ以上地元警察には頼れません。そこでソッダー一家は私立探偵を雇い捜査を開始。しかしこれも実を結ぶことはなかったんです。ならばと1952年ソッダー一家は高速道路の横に行方不明の5人の子供たちの写真を載せた掲示板を立てていました。さらに有用な情報に対しては1万ドルという破格の報奨をつけたんです。その結果この看板は地元では有名になったんですが、結局新しい手がかりを得ることはできなかったんです。もう無理じゃないこれ。もう迷宮入りじゃないこれ。無理じゃんと思うじゃないですか。でも神様はね、お天道様がね、イエス様はね、いろいろな神出してこなきゃいけない。どういうこと見放さなかったんです彼は。一筋の光。5人の遺体が見つからないという絶望的な状況は非常に長く続いたんです。その期間はなんと約20年ですが、ついにある一つの光が差し込んだんです。それは妻のジェニーに届いた一通の手紙だったんです。手紙にはケンタッキー州のセントラルシティの警視員が、また差出人住所はなく、中を開けると20代半ばの男性の写真があったんです。さらにその裏側には不可解な手書きのメモもあったんです。私はフランキー兄弟が大好きです。イリルボーイズ A9013 または35。おそらく何かの暗号であり意味は理解できなかったんです。ですがジェニーと夫のジョージは写真を見てあることに気がつきました。それは写真の男性が行方不明になった子供の一人ルイにとても似ていたんです。ルイ自体は暗い巻き毛に暗い茶色の目、そして何よりも明白に似ていたのが鼻と左眉の傾きだったんです。年齢もほぼ一致します。彼は事件当時9歳だったんです。事件の写真は20代半ばに見えたわけなんですが、あの事件発生からは約20年が経過しているんです。ここでソッダー夫妻は再び私立探偵を雇います。この写真を頼りにルイと似ている成人男性を探したんです。ところが結局この捜索も空振り。写真の男性の手がかりは見つけられずに、再び手紙が来ることもなかったんです。もうやきもきするわねこれ。どういうことよ本当。そうなんですよね。でもこの一件を機に疑いは確信に変わっていくんです。
ここでソッダー一家は確信します。そう、5人の子供たちは事件当時誘拐されたのであり、今現在も生きているということを。でも確かに20年前に9歳だった子たちの証拠写真が20歳ぐらいになるとちゃんと生きてるっていう証になってるよね。そういうことなんですよね。そうするとね、やっぱね、残るね疑問はね、もうただ一つなんですよ。5人を誘拐したのは一体誰なのでしょうか。ソッダー一家は誘拐という目線で改めて事件当時のことを思い出してみたんです。するとこの件とは無関係とは考えにくい出来事が2つ思い当たったんです。まず1つ、それは事件直前の日のこと。彼らの家の前の道路に1台の車があったんです。そこには複数の人物が乗っていたんですが、彼らの挙動が不自然だったんです。それはまるである行動をとっているとしか思えないものだったんです。それがソッダー一家の監視だとすると、それは一体何者が行っているのでしょうか。実は父ジョージはある界隈の人間から恨まれていたんです。それはイタリア人コミュニティ。ソッダー一家はアメリカのウエストバージニア州に住んでいたわけなんですが、そこに在住するイタリア人は集まってコミュニティを形成していたんです。事件が発生したのは1945年、第二次世界大戦が終戦した年なんです。この大戦ではアメリカは連合国側、イタリアは枢軸国側に分かれていたわけなんで、依然として両国は微妙な緊張状態にあったんです。そんな中でジョージはイタリアの独裁者、つまり戦争を指揮したムッソリーニへの嫌悪をよく語っていたんです。そのためイタリア人コミュニティのメンバーと白熱した議論をよく交わしていました。そしてそれは次第に議論の枠組みを超え、彼らの恨みを買うようになっていったんです。この2つの要素から誘拐犯の正体が浮かび上がってきます。そう、事件の犯人はイタリアのマフィアなんです。これ本当なのこれ？これだけだとね、若干こう論理がね、突飛してる感じでね、こうね意味わかんないかと思うんですけど、マフィアだと考えると、納得できることが多々あったんですよね。皆さんに思い出してほしいのは FBI の捜査を地元警察と消防がもみ消したということ。一体どんな組織が警察と消防を従わせられるほどの力を持つのでしょうか。また事件当時、ソッダー一家の家は電話の回線が切られ、はしごが隠され、トラックが壊されるといった事態が発生していたんです。この大掛かりな仕組みは犯人が個人ではなくグループであることを物語っています。このように考えていくと、イタリアのマフィアが犯人であるという仮説はある程度の可能性を持っています。ところがその一方で、これは絶望を意味することでもあるんです。それもそのはずっすよね。マフィアが相手となると事件の解決は非常に困難なんです。結局彼らは有力な手がかりを見つけることはできずに、父ジョージは1968年この世を去ることになったんです。彼は亡くなる直前、あるインタビューで、私たちには時間がなくなっています。しかし私たちは知りたいだけなんです。彼らが火事で死んだのなら私たちは納得したいと思います。それ以外の場合は彼らに何が起こったかを知りたいんです。このような悲痛な思いを訴えていたんです。そしてその後を追うように母ジェニーも亡くなったんです。現在は末っ子である69歳のシルビアは生きていて、彼女は兄弟が火事で亡くなったとは信じていないんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。